終わりのない旅。ある日、主人公の名前はユウキ。彼は普通の会社員で、毎日忙しい日々を送っていた。しかし、彼は何か物足りなさを感じていた。生活は安定していたけれど、何か新しい冒険が欲しいと思っていた。ある晩、ユウキは夢を見た。彼は一つのドアの前に立っていた。そのドアは光り輝いていて、魔法のような雰囲気をまとっていた。好奇心に駆られた彼は、そのドアを開けてみることにした。ドアの向こう側には広大な世界が広がっていた。ユウキは驚きながらも、興奮で胸が高鳴っていた。彼はこの世界を探検し、新しい冒険を求めて旅に出ることを決めた。旅の最初の目的地は美しい森だった。ユウキは木々の間を歩きながら、鳥のさえずりや風の音を聞きながら心地よい時間を過ごした。森の中には不思議な生き物や魔法の存在があり、ユウキは驚きと興奮でいっぱいだった。次に彼は雪山の頂上を目指すことにした。厳しい寒さと標高の高さに苦しみながらも、ユウキは自分の限界を超えることができることを知った。そして頂上から見える景色の美しさに感動し、自分の小ささと大自然の偉大さを実感した。旅は次第に長くなり、ユウキはさまざまな場所を訪れながら、新しい友人や出会いにも恵まれた。彼は自分の心の中に眠っていた冒険家の魂を目覚めさせることができたのだ。終わりのない旅は続き、ユウキは新たな目標を見つけながら成長していく。彼は自分自身を知り、自分の夢を追い求めることの大切さを学んだ。そして旅を通じて得た経験や感動を大切にし、人々とのつながりを深めながら、自分自身をより豊かにすることができた。ユウキの終わりのない旅は、彼の人生に大きな影響を与えた。彼は新しい冒険を求めることをやめず、常に成長し続けることを決意したのだ。そして彼の旅は永遠に続くのだろう。愛と裏切りの果て。かつて美しい国に住む若き王子と王女がいました。彼らは互いに深い愛情を抱き、国民からも絶大な人気を得ていました。しかし、ある日、王子の心に暗雲が立ち込めました。彼は王女が自分に対して冷たくなっているような気がしてなりませんでした。疑念と不安が彼を苦しめる日々が続きました。一方、王女も同じような思いを抱えていました。彼女は王子が自分を裏切るのではないかという恐怖に苛まれていたのです。しかし、王子との愛を捨てることができず、
彼に対してもう一度信頼する決意をしました。ある晩、王子と王女は宮殿の庭で出会いました。夜風が心地よく、星々が輝いている中、彼らは互いに心の内を語りました。王子は自分の不安を打ち明け、王女も同じく彼の疑念を否定しました。しかし、その夜、王子は裏切りの証拠を見つけてしまいました。彼は王女が他の男性と密会しているのを目撃したのです。悲しみと怒りが彼の中で渦巻き、彼は王女を裏切り者としてみなすようになりました。王子は冷酷なまでに王女を罵り、宮殿から追放しました。王女は絶望の中、自分の無実を訴えることもできずに去っていきました。数年後、王子は自分の誤りに気づきました。彼が見たのはただの誤解であり、王女は決して彼を裏切るようなことはなかったのです。彼の心は後悔と悔恨でいっぱいになりました。王子はすべてを取り戻すため、王女を探し始めました。彼は彼女の行方を追い、苦難の道を歩みました。そして、ついに彼女を見つけることができました。王子は王女にすべてを告白し、自分の愚かさを詫びました。彼らは再び互いを信じることを誓い、愛と裏切りの果てに立ち向かう決意を固めました。この物語は、愛と裏切り、そして再び結ばれる二人の王子と王女の物語です。彼らは困難を乗り越え、再び幸せな未来を築くために戦い続けるのでした。真実の追求。ある日のこと、探偵のジョン・スミスは新しい事件を手に入れました。彼の前に現れたのは、ある人物からの依頼でした。その人物は、自分の家族が何者かによって脅迫されているというのです。ジョンはすぐに行動に移りました。彼は被害者の家族と面会し、詳細を聞き出しました。被害者の家族は、最近不審なメッセージや脅迫の手紙を受け取っているといいます。しかし、なぜ彼らが脅迫されているのか、それが誰なのかは分かりませんでした。ジョンは真実を追求するために、被害者の家族と共に行動することにしました。彼らは一緒に警察に報告し、証拠を集めるための協力をしました。ジョンはまた、被害者の家族の友人や知人にも話を聞き、状況を把握しました。しかし、数日が経っても真相は見えてきませんでした。ジョンは焦りを感じながらも、冷静さを保ち続けました。彼は被害者の家族と共に、犯人を追い詰めるための新たなアプローチを考えました。ある日、
ジョンは被害者の家族と一緒に犯人の身元を特定するための策を講じました。彼らは被害者の家族が脅迫の手紙を受け取る予定の日に、家族の誰かが偽の手紙を受け取るように仕組みを作りました。そしてその日がやってきました。ジョンと被害者の家族は犯人が出現することを期待しながら家で待機しました。すると予想外のことが起こりました。ジョンが待っている間に突然電話が鳴りました。ジョンは電話を取り、相手の声が聞こえました。相手は冷静な口調で被害者の家族を脅迫する言葉を発していました。ジョンはすぐにその声を録音し、警察に連絡しました。警察は迅速に対応し、通話の追跡を開始しました。数時間後、警察は犯人の身元を特定し、逮捕に成功しました。犯人は被害者の家族と関係のある人物でした。彼は金銭的な利益を追求していたようで、被害者の家族を脅迫していたのです。ジョンは真実を追求するための努力が報われたと感じました。彼は被害者の家族と共に安心し、事件の解決を祝いました。そして彼はまた新たな事件の依頼を待つことになります。失われた記憶。かつてある町で暮らしていた少年がいました。その少年はある日突然自分の記憶を失ってしまったのです。彼は自分が誰なのかも、どこで生まれ育ったのかも、なぜ記憶を失ったのかも、何も思い出せなくなってしまったのです。彼は混乱し、困惑しましたが、幸いにも町の人々は彼を優しく受け入れ、サポートしてくれました。彼は新しい名前を与えられ、新しい家族として迎え入れられました。しかし、彼は自分の本当の過去を知りたくてたまらなかったのです。そんなある日、彼は町の図書館で偶然、一冊の古い本を見つけました。その本には、記憶を取り戻すための秘密の方法と書かれていました。彼は興味津々で本を開き、その方法を試してみることにしました。方法はとてもシンプルでした。彼は自分が失った記憶と関連のある場所を訪れ、その場所で特定のアクションを行うことで記憶を呼び戻すことができるのだというのです。彼はすぐに旅に出る決意をしました。最初に彼は自分が最後に記憶を失った場所へ向かいました。それは森の中にある小さな湖でした。彼は湖畔に立ち、思い出すように懸命になりました。そして湖の水を手に取り、それを顔にかけると、突然遠い記憶がよみがえり始めました。
彼は自分が子供の頃に湖で遊んでいたことを思い出し、それが彼の幸せな時間だったことを感じました。そして彼はもう一つの記憶を呼び覚まそうと思いました。次に彼は自分が育った家へ向かいました。その家は町の外れにある小さな農場でした。彼は家の中を歩き回り、家族の写真や子供の頃のおもちゃなどを見つけました。彼はその中でも特に一つの写真に目が留まりました。写真には彼が幼い頃に家族と一緒にピクニックに行った様子が写っていました。彼はその写真を見つめながら幸せな笑顔がこぼれました。そして彼はもう一つの記憶を取り戻そうと決意しました。最後に彼は自分が失った記憶と関連のある人物、彼の親友の家を訪ねました。彼は友人と共に過ごした幼少期の思い出を思い出そうとしました。彼は友人と一緒に遊んだ場所を巡り、その場所で一緒に遊んだ遊びを再現しました。すると彼の心に友情の絆がよみがえり、友人との楽しい時間を思い出すことができました。彼は友人に感謝の気持ちを伝え、友情を再確認しました。彼は旅の終わりに自分が失った記憶の一部を取り戻すことができました。彼は町に戻り、新しい家族、新しい友人たちと共に生活を続けました。彼はまだ全ての記憶を取り戻すことはできなかったものの、少しずつ自分自身を見つけていくことができたのです。そして彼は失った記憶を埋めることなく、新たな記憶を作り出すことを決意しました。彼は新しい人生を歩み始め、失われた記憶を取り戻す旅が始まったのでした。時間の迷宮。ある日、主人公の名前はユウキが眠りにつくことができずに悩んでいました。夜になると頭の中でさまざまな考えが渦巻き、眠りにつくことができなくなってしまうのです。ある日、ユウキは友人から時間の迷宮という不思議な物語を聞きました。それは眠れない人々のために書かれたと言われていました。ユウキは興味津々でその物語を読むことにしました。物語は主人公が眠りにつくために迷宮を探索するというものでした。主人公は不思議な時計を手に入れ、それを使って迷宮の中を進んでいくのです。物語の中で主人公はさまざまな出来事に遭遇します。時計の針が進むにつれ、主人公の心も落ち着いていきます。時間の流れに身を任せることで、心の中の迷いも解消され、眠りにつくことができるのです。ユウキはその物語に引き込まれました。彼は物語の主人公のように、時計を手に入れて迷宮を探索することに決めました。
彼は時計店を巡り、さまざまな時計を試してみましたが、どれも自分には合わないと感じました。しかし、ある日、勇気は古い時計を見つけました。それは錆びついていて、針も曲がっていましたが、なぜか心惹かれるものがありました。彼はその時計を手に取り、自宅に持ち帰りました。夜になり、勇気はその時計を眠る前に見つめました。すると、時計の針が動き出し、不思議な音が聞こえてきました。勇気はその音に導かれるように眠りにつきました。そして、勇気は夢の中で迷宮に迷い込んでいました。彼は時計を手にしながら、迷宮の奥へと進んでいきます。時計の針が進むたびに、彼の心は次第に静かになっていきます。迷宮の中では、さまざまな景色や出来事が彼を待ち受けていました。彼はそれらを一つずつ受け入れ、心の中の迷いを解消していきます。そして、最後の部屋にたどり着いたとき、彼は目の前に眠りの扉を見つけました。勇気はその扉を開けることにしました。すると、眠りに包まれるような感覚が彼を包み込みました。彼は心地よい眠りにつき、朝を迎えることができました。目が覚めた勇気は、自宅の時計を見つめました。あの不思議な時計はもう元通りになっていましたが、彼の心には深い感謝の気持ちが残りました。時間の迷宮の物語を読んだことで、勇気は眠りにつく方法を見つけることができました。彼はこれからも時計の力を借りながら、穏やかな眠りを迎えることができるのでした。運命の糸。昔々、遠い国に美しい姫が住んでいました。彼女の名前はセリーナといい、その美しさと優しさで国中から愛されていました。ある日、セリーナは夢の中で神秘的な老婆に出会いました。老婆はセリーナに一つの糸を手渡し、この糸は運命の糸だ。君の将来を導くものだよ。大切に保管し、必要な時に使いなさい。と言いました。セリーナは目が覚めると、手には不思議な糸がありました。彼女はその糸を大切にし、日々の生活で大切な決断をする際には必ず糸を使って選択しました。そしてある日、セリーナは国王の息子である王子と出会い、彼に一目惚れしました。しかし、王子は他国の王女との結婚が決まっており、セリーナは悲しみに暮れました。しかし、セリーナは運命の糸を使ってみることにしました。彼女は糸を手に取り、王子の将来と自分の将来を織り交ぜた糸を作りました。すると、
糸は二人の未来をつなぐ絆のように光りました。その日からセリーナは王子との出会いを信じ、一生懸命になりました。彼女は歌や踊りを通じて王子の心をつかみ、彼の心を動かすことに成功しました。やがて王子はセリーナに心を奪われ、他の王女との結婚を取りやめ、セリーナと結ばれました。二人は幸せに暮らし、王国も繁栄しました。運命の糸のおかげで、セリーナは自分の運命を切り開くことができたのです。彼女の勇気と信じる心が、彼女に幸福な未来をもたらしたのです。そしてセリーナは運命の糸を大切に保管し続けました。彼女は自分の人生において運命の糸を使うことはありませんでした。しかし彼女はいつも心の中で糸の存在を感じながら人生を歩んでいきました。運命の糸が彼女に与えた勇気と希望は、彼女の心にずっと残り続けました。セリーナは自分の運命を信じ、困難な状況に立ち向かい、幸せな人生を歩んでいったのです。運命の糸は誰にでも与えられるものではありません。しかし自分自身の心を信じ、勇気を持って進むことで運命を切り開くことができるのかもしれません。魔法の森の謎。昔々ある魔法の森があったとされています。この森は普通の森とは違い、魔法が宿っていると言われていました。人々はこの森に入ることを禁じられており、その理由は森にある魔法の力が危険だからだと言われていました。しかしある冒険者の少年がこの森に興味を持ち、入り込むことを決意しました。彼の名前は勇気といい、幼いながらも冒険心に満ち溢れていました。彼は森の入り口に立ち、勇気を振り絞って一歩踏み出しました。すると森の中は予想以上に美しく、不思議な光がきらめいていました。勇気は興奮しながら森の中を進んでいきます。すると突然彼の前に現れたのは小さな妖精のような生き物でした。その妖精は彼に微笑みかけ、勇気を案内するように森の奥へと誘いました。勇気は妖精に導かれながら森を進んでいくと、次第に森の中には不思議な光景が広がっていきます。花々は輝き、木々がささやき、鳥たちが美しい歌声を奏でていました。勇気は目を輝かせながらこの魔法の森に魅了されていきました。しかし森の奥深くにはまだまだ謎が隠されていました。勇気は妖精に連れられていくと、一本の木の前に立ちました。その木には不思議な文様が刻まれており、勇気はそれに興味津々で近づきました。
すると木から不思議な声が聞こえてきました。冒険者よ、私の謎を解き明かせばこの森の力を手に入れることができるという声です。勇気は興奮しながら謎を解くために頭をひねり始めました。時間が経ち、勇気はついに木の謎を解き明かしました。すると木から強力な魔法の力が宿った魔法の杖が現れました。勇気は目を輝かせながら魔法の杖を手に取りました。それから勇気は魔法の杖を使って森を守り、人々に魔法の力を分け与えることにしました。彼は冒険者としての使命を果たすため、魔法の森で暮らし始めました。魔法の森の謎は解けましたが、まだまだこの森には未知の謎が広がっています。勇気は今も冒険を続けながら、森の奥深くに眠る秘密を探求しているのです。幻想の世界へ。ある晩、眠れぬ夜を迎えた主人公はいつもより不思議な気配を感じました。部屋の中にはかすかな光が漂っており、それが主人公の心を引き寄せるようでした。興味津々の主人公はその光の導きに従って部屋を出て庭へと足を踏み出しました。するとそこには美しい庭園が広がっていました。花々が咲き乱れ、小川がそっと流れる風景はまるで絵画のようでした。主人公は庭園を散策しながら光の源を探すことにしました。そのまま深く庭園に入り込むと、突如目の前に立ちはだかる大きな扉が現れました。扉には幻想の世界へと書かれていました。興味津々の主人公は扉を開けて幻想の世界へ足を踏み入れました。その瞬間、主人公はまるで夢の中にいるかのような感覚に包まれました。幻想の世界は主人公の想像を超える美しさで満ちていました。空は色とりどりの光で満たされ、不思議な生物たちが空中を待っていました。森の奥には妖精たちが歌声を響かせ、滝のそばでは水精霊たちが踊っていました。主人公は驚きながらも幻想の世界の美しさに心を奪われていきました。彼は不思議な出会いや体験を重ねながら幻想の世界の魅力にどっぷりと浸るのでした。時間が経つのも忘れるほど主人公は幻想の世界で過ごしました。しかしそろそろ現実の世界に戻らなければならないと感じた主人公は心の中では彼の言葉を告げました。幻想の世界を後にする主人公は扉をくぐりながら少しずつ元の世界へと戻っていきました。そして再び自分の部屋に戻ってきた主人公は幻想の世界での経験を忘れることはありませんでした。その夜以降、
主人公は幻想の世界への導きを求めて眠りにつくたびに冒険の旅に出るようになりました。彼は自分自身の想像力や夢の中でしか見ることのできない世界を楽しみ、心の底から幸せを感じるのでした。悪夢の間。ある晩、主人公の私はひどい不眠症に悩まされていました。毎晩眠ることができず、日中も眠気に襲われては仕事に支障をきたしていました。そんな私の悩みを聞きつけた友人がある方法を教えてくれました。友人は悪夢の間という特別な方法で睡眠を誘導できると言いました。私は興味津々で友人の話を聞きました。友人によれば、悪夢の間は自分の頭の中にイメージを作り出すことで睡眠を促す方法なのだそうです。具体的には、間の入り口から始まり、廊下を進んでいくといくつもの部屋があり、その中にはさまざまな出来事が起こるとのことです。私は興味津々で友人の話を聞きながら、友人が実際にイメージを作り出す手助けをしてくれることになりました。友人と一緒にリラックスした状態で悪夢の間のイメージを作り出しました。間の入り口に立った私は、ドアを開けると暗闇の廊下が広がっているのをイメージしました。廊下を進むと、左右にはドアが並んでいます。私は一つ一つの部屋をイメージしながら進んでいきます。最初の部屋に入ると、そこには静かな森が広がっていました。木々の葉がささやき、鳥のさえずりが聞こえてきます。私は自然の中で心地よくリラックスしながら、次の部屋へと進みます。次の部屋に入ると、そこには美しい庭園が広がっていました。花々が咲き乱れ、水のせせらぎが心地よく響いています。私は庭園を散策しながら、次の部屋へと進みます。次の部屋に入ると、そこには温泉が広がっていました。湯船にゆったりと浸かりながら、体の疲れを癒していきます。温かい湯に包まれながら、次第に眠りに誘われていくのを感じます。次の部屋に入ると、そこには快適なベッドがあります。私はそのベッドに横になり、心地よい布団に包まれます。体がほぐれ、心も穏やかになっていきます。そして、ゆっくりと眠りに落ちていくのを感じます。私は友人の声に導かれて、次第に悪夢の間から目覚めていくのを感じました。目覚めると、私は深い眠りから覚め、心地よい疲れを感じながらも、心が落ち着いていることに気づきました。友人と一緒に作り出した悪夢の間は、私にとって睡眠を誘導するための特別な手段となりました。以来、
私は毎晩この方法を使って睡眠を誘うようになり、不眠症から解放されました。悪夢の間という特別な方法は私にとって救いの手となり、良質な睡眠を得ることができるようになりました。私は友人に感謝しながら、今では穏やかな夢の世界へと逃げ込むことができるのです。暗闇の奥で、ある夜、主人公の名前は美咲。美咲という少女が自分の部屋で眠ろうとしていました。しかし、部屋の明かりを消した途端、暗闇が彼女を包み込みました。美咲は暗闇に怯えながらも、眠りにつくための方法を考えます。彼女は少しの間、深呼吸を繰り返し、リラックスしようとしましたが、暗闇はますます不気味に感じられてきました。すると、突然、美咲の耳に小さな音が聞こえてきました。彼女は身を乗り出し、その音の方向を確かめました。音は部屋の壁の向こう側から聞こえてきたようでした。美咲は勇気を振り絞り、壁に近づいてみると、そこには小さな穴がありました。穴からはかすかな光が差し込んでおり、美咲は興味津々で覗き込みました。すると、穴の向こう側には美しい庭が広がっていました。そこはまるで夢の中にいるような美しい光景でした。美咲は興奮しながら、その庭へと飛び込む決意をしました。美咲は穴をくぐり、庭に足を踏み入れると、不思議な世界が広がっていました。庭には奇妙な花や幻想的な動物たちが生息しており、美咲はまるで絵本の中に入り込んだような気分になりました。美咲は庭を歩きながら、心地よい風と優しい音楽に包まれていきました。暗闇の不安はどこかへと消え去り、美咲は次第に眠気に襲われていきました。やがて、美咲は庭の中央にある大きな木の下で、心地よく眠りにつくことができました。彼女は暗闇の奥で見つけたこの不思議な庭と、その庭に住む生物たちに感謝の気持ちを抱きながら、穏やかな夢の中へと沈んでいきました。朝、美咲は目を覚ますと、自分の部屋にいました。彼女は先ほどまでの夢が本当にあったのかと思いましたが、庭の中で見た不思議な風景や感じた幸せな気持ちは、まるで現実のように彼女の心に残っていました。美咲はその後も、眠る前にこの庭の夢を思い出すことで、安らかな眠りを得ることができました。彼女は暗闇の奥で見つけたこの不思議な庭を、自分だけの秘密の場所として大切にしていくことに決めました。そして、美咲は心地よい眠りを求めて、毎晩庭の夢の中へと旅立っていきました。それは彼女にとって、穏やかな眠りを迎えるための特別な方法となり、
暗闇の奥で見つけた幸せな場所となったのです。